こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝です。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画を一言でお伝えすると、私たちクライクでは35個ほどの IT ツールを利活用しているんですが、その中で10個ほどですね、初心者向け、中級者向けの IT ツールをサクッとお伝えをしていきたいと思います。この動画少し長くはなるんですけど、30分後には自社で導入したい IT ツールが見つかっていると思いますし、この IT ツールはいらないなっていうのがしっかりわかるようになっていると思います。成果努力で作られる。早速スタート。今日はこちらの内容についてお伝えをしていきます。劇的業務効率化厳選10の IT ツール、フォンデスク、バックログ、フリー会計、上シスワンパスワード、ミロ、サンサン、ハープ、タイムレックス、爆落、再建管理についてお伝えをしていきたいと思います。どういう風な方々に見ていただきたいかというと、例えばメーカーに連絡すると営業が鬱陶しいなって思っているような経営者の方や経営企画、DX 推進チーム、ざっくりと IT ツールを把握したい、探したいと思っているような情報システム部、他社の成功事例をしっかりと把握した上で IT ツールを比較検討したいと思っているような営業やサービス提供部門の役職者、そしてそれらを支えるような営業事務や経理の方っていう方々にこの動画を見ていただきたいなというふうに思っております。では早速中身に入っていきたいと思います。今日のアジェンダはこちらになっております。まず一つ目、数字でわかるクライクの IT ツールへの投資ということで、どれだけ私たちクライクが IT ツールに投資をしているかっていうのをわからないまま、30分も動画見るのしんどいと思いますので、しっかりと IT ツールを把握している人っていうのを分かってもらうために、この数字でわかるっていうものを用意しております。そして内容なんですが、B2B 企業向け IT ツール10選ということで、このおすすめツール10個についてお話をしていきます。では、数字でわかるクライクの IT ツールへの投資ということで、3つの数字をお話をしていきたいと思います。まず1つ目が35個以上の SaaS ツールを活用しているっていう風な事実。2つ目が年間1000万円以上を IT 関連に投資をしているっていう風な事実。3つ目ですね、就業時間の 10% をシステム研究開発に活用しております。就業時間の 10% を投資をすることによって、こういう風な IT ツールいいな、これはあまり使いづらいなみたいなのをしっかり自社の中で研究開発をしているような私たちクライクなんですよね。なので今回お伝えする IT ツールっていうのは、なんとなくいいよではなく、しっかりと自社で利活用して本当にいいなっていうものが実感できたツールだからこそ、しっかりとお伝えできるような内容になっております。表面的なところではなく、現場で使える情報が満載になっております。ぜひ最後までご覧ください。もしクライクに調査してほしい IT ツールや、こういう IT ツール使いたいんだけどどう思うみたいなのがありましたらコメントしてください。では早速 IT ツール10選お伝えをしていきたいと思います。まず1つ目、フォンデスクですね。営業電話で社内メンバーを疲弊させないっていうのがタグラインになってるんですけど、面倒な受電業務を代わりにフォンデスクさんが取ってくださり、情報をテキスト化して担当者に共有するようなアウトソーシングサービスなんですよね。で、私たちクライクがどういうふうに使っているかっていうと、左側が私たちクライクの使い方なんですけど、092の番号を取得して、それをフォンデスク専用の050の番号に転送をかけてるんですね。その結果、フォンデスクの方が電話を取ってくださって、株式会社クライクです。ただいま担当者が不在ですということをしっかりお伝えをしてくださって、その内容をスラックに連携をしてくれるんですね。なので、具体的には誰からかかってきたのか、折り返しの必要性や緊急性の有無、折り返し先の連絡先情報をしっかり記載をしてくれるようなサービスになっているんです。1組織あたり1万円前後で利用することができます。私たちフライクではそんなに電話の数が多くはないので、この基本料金月額1万円だけで事足りております。ただし51件目以降は1通話あたり200円が加算になります。もしこの IT ツールを使わなかったらどういう風な状況になっているかっていうところまでセットでお伝えをすると、電話が鳴った時に社員が電話を対応しなくちゃいけなくなっちゃうので、本来の業務が後回しになる状況が起きているんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてもう一つですね、
着信メモの共有漏れや伝言ミスが発生して大切なクライアントの対応に穴が開くリスクもあります。なのでフォンデスクを導入すると電話対応がもたらす目に見えない負担を排除することができたっていうことが言えます。たった1万円でこれをできるので、私たちクライクはフォンデスクがないと営業できないなっていうふうに思っております。2つ目です。33ですね。33は名刺情報デジタル資産に名刺から始めるメールマーケティングっていう風なタグラインをつけております。まず紙の名刺をデジタルデータに変えて名刺情報を資産として活用できるような画期的なツールなんですよね。で、具体的な方法をダラダラと書いてるんですけど、サクッとお伝えするとこんな感じです。お客様とまず名刺交換をして専用のスキャナーでスキャンをすると勝手に OCR と人的チェックの補正をかけてくれて綺麗な名刺情報が出来上がるっていう風な流れをとってるんですね。で、33少し高くはなるんですけど、基本サービスとしては1人当たり月額13,000円ほどです。で、そして組織あたりの専用スキャナーが月額1万円なんですよね。私たちフライクは一番初め契約した時には5名の組織だったので、月額75,000円ぐらいを使っていたっていう風な計算になります。もしこの IT ツールを使わなかったらどういう風な情報が起きていたかっていうと、各メンバーが大量の名刺を抱え込んで、デスクに保管したりとか、引き出しの中に勝手に入れてたりとかすると思うんですけど、情報共有がほぼ不可能な状態に陥ってたんじゃないかなって思います。そして手動管理ではタイムリーなメールマーケティングやフォローアップが難しくて、ビジネスチャンスを逃していたリスクもあるかなと思っています。なので33を導入すると、名刺が単なる紙から生きたデータに変わり、情報を組織内で最大限活用することができるようになりました。3つ目ですね。タイムレックスです。Google カレンダーとの連動でスケジュール調整を楽にすることができるのがタイムレックスなんですけど、私たちクライクでは Google ワークスペースを別途利用してますが、ここではタイムレックスとの連携についてお話をしていきたいなというふうに思っております。まず3つ私たちクライクでは自社の利活用方法があります。まず1つ目が Google カレンダーと連動した自動調整機能。2つ目が打ち合わせの設定をワンクリックで実現できます。3つ目が求職者との採用面談を専用の URL で発行しているっていうのが私たちフライクの3つの具体的な使い方です。ある種の Google カレンダーを私の Google カレンダーを表示してるんですけど、1月31日のスケジュールをあえて空にしている状態なんですが、これを30分枠で表示をするとどういう形になるかっていうと、タイムレックス側ではこのようになってるんですよね。お昼時だけを空けて30分間の打ち合わせが入るようになっております。そして嬉しいのが月額費用が無料プランもあります。実は私たちフライクではラウンドロビンっていう風な機能を使っていません。これどういうことかっていうと、3人の誰かが空いてれば OK みたいなことはやっていないので、全部無料でやっております。もしこの IT ツールを使わなかったらどういう風になってるかっていうと、手動での日程調整に振り回される、メールのやり取りですよね。それが続いていたんだろうなっていうふうに思いますし、調整が長引くとか予定がずれ込むなどのストレスは目に見えない形でチーム全体の士気や生産性が下がることになってしまいます。なのでタイムレックスを導入した今、スケジュール調整にかけていた時間を月10時間以上削減することができるようになっております。クライアント対応や戦略的な業務に充てることが可能になっております。今日ご紹介している内容はこのホワイトペーパーやブログでもご紹介をしておりますので、ぜひチェックしてみてください。4つ目ですね。ワンパスワードっていう風なツールです。これは簡単にお伝えすると、パスワードを一元管理して安全なログイン環境を提供するパスワード管理ツールなんですが、よくあるのがパスワードはあいうえおであったりとか 12345678910 みたいな簡単なパスワードを使ってたりとか、あとは使い回しですね。一つのパスワードをいろんな IT ツールで使い回しをしているみたいな人って結構いると思うんですけど、それする必要がなくなります。それがワンパスワードっていう風なツールなんですけど、大きく分けて私たちクライクでは4つの利用方法をしております。
まず1つ目がパスワードの安全な一元管理ということで、全てのパスワード、業務に必要なパスワードは全てワンパスワードで管理をしております。2つ目がチームでの共有がスムーズということで、例えばこの IT ツールはみんなで共有しなくちゃいけないとか、いろんな人が見るっていう風な IT ツールの場合には、チームでの共有ボックスを用意しておりますので、パスワードを共有することができます。3つ目は多要素認証 MFA ですね。多要素認証との組み合わせをすることができます。4つ目なんですけど、新規サービスの導入時の対応効率化ということで、いろんな IT ツールを試しに使うっていうのが私たちクライクよくあるあるなんですけど、なので一つ一つの IT ツールのパスワードを覚えるなんてことはしたくないので、しっかりその URL とパスワード、ID を3つをセットにしているっていう風な意味合いになります。利活用方法なんですけど、PR タイムズにログインするときには、実は共有のフォルダに入れてるんですよね。なので、ユーザー名とパスワードを1セットにした状態で見ることができるようになっておりますので、社内の中で共有をしたいパスワードはこの共有ボックス。一人一人の ID の時には、各メンバーのボックスがあって、そこに ID とパスワードをセットで入れてる流れになります。月額費用が1ユーザー48ドルなので、約ですね、年間費用は7440円ぐらいになっております。もしこのワンパスワードっていう風なツールを使っていなかったら、多分この3つが発生してるんじゃないかなっていう風に思っております。使い回しで脆弱なセキュリティ管理になってるだろうな。2つ目がログインできずに業務が滞る。これよくありません？パスワード忘れたから再発行しますとか。これがまずありえないですね。3つ目が情報漏洩のリスクが現実的になってしまうと思ってて、パスワードを使い回しをしてしまうと、1つのパスワードが漏洩してしまったら違う IT ツールも漏洩する可能性があるので、情報漏洩のリスクが明るみに出てしまうんだろうなっていうふうに思っております。次におすすめ IT ツール5つ目、上司です。これあんまり聞いたことないんじゃないかなっていうふうに思っておりますが、2023年ぐらいからですね、私たちクライから使っているんですけど、簡単に言うと SaaS ツールのアカウント発行や管理を自動化できるようなツールです。パソコンでもいいですし IT ツールでもいいんですけど、社内に番号を振るべき資産っていうのをしっかり上司の中で管理をしましょうっていう風な IT ツールになっております。クライクの具体的な自社利活用方法は大きく分けて5つあります。1つ目が入社時のアカウント発行を一括で自動化ということで、もちろん全ての IT ツールが上司から発行することができないんですけど、大体6割7割ぐらいはですね、IT ツールのアカウントを自動発行することができるようになります。2つ目がですね、退職者のアカウント削除と備品回収の徹底ということで、残念ながら退職する方っていうのは定期的に発生するんですが、その時の IT ツールってちゃんとアカウントをログイン ID を無効にしなくちゃいけないんですけど、どうしても忘れてしまうことってあると思うので、これを一元管理できるっていうのはすごく便利です。3つ目がシャドウ IT の排除ということで、管理者が知らない間に IT ツールを導入してしまうっていうことをシャドウ IT って言うんですけど、知らないサイトに社内のメールアドレスで登録しているかどうかっていうのが判断ができるのがこの上司室の3つ目ですね。4つ目っていうのが権限管理の効率化っていうことで、昇給とか降格時にこの IT ツール発行しないとっていうのが見えるようになります。そして最後ですね、忘れがちなんですけど、パソコンであったりディスプレイっていうのもしっかりとした資産になりますので、番号を振る必要があります。その管理ということで、上司室の5つ目の機能として使っております。具体的にはこういう風な画面になっております。少し見づらいと思いますので、資料の方にはしっかり、見やすいような形になっておりますので、ホワイトペーパーダウンロードいただいてご確認をください。で、月額費用は、これ面白い課金体系なんですけど、50ID までは使い放題で年間で36万円になっております。なので月額3万円で 50ID が使い放題っていう風なプランですね。そしてもしこの IT ツールを使わなかったらっていうことで、3つ書いてるんですけど、入社初日にキッティング作業やアカウント発行で時間が大幅にかかってしまうだろうなと思っています。キッティングっていうのはパソコンの設定だったりとか IT ツールの設定っていうのをキッティングっていうんですけど、これに大幅な時間かかるだろうなっていう意味合いで1つ目に出ています。そして2つ目っていうのは、先ほどお伝えした退職者のアカウントなんですけど、退職者のアカウントの削除漏れということで不正アクセスや不
セキュリティ事故のリスクが増大してるんじゃないかなと思います。3つ目っていうのは、業務に必要な IT ツールが使えないとか、不要な情報にアクセスできるっていうのもなくしたいと思っているので、上司を導入すれば、これらのトラブルを未然に防ぐことができて、IT 管理者がしっかりと自分の作業に集中することができるようになります。6個目のおすすめ IT ツールなんですけど、HARP って呼びます。HERP、HARP なんですけど、これ聞いたことある方いらっしゃいますかね。採用プロセスを一括管理っていうことで、社内のいろんな登場人物がいるときに、この HARP っていうのがめちゃくちゃ使いやすくなるんですが、どういうことかっていうと、具体的にはこのような5つの機能を使っております。まず1つ目が採用サイトからの応募を一元管理ということで、よくメールで届いた内容を Excel に転記するみたいなことをやってる企業さん多いと思いますが、HARP っていうのは、まず専用サイトが自社専用立ち上がって、そこから応募が来るような仕組みになっておりますので、Excel 管理をしなくてよくなります。そして求職者とのメールのやり取りをこの HARP 上でやり取りすることもできるので、めちゃくちゃ楽です。そして、アドオン、追加の機能にはなるんですけど、HARP トラストっていうのがあります。リファレンスチェックっていう、その人のバックグラウンドが本当かどうかとか、SNS になんか変なサイトに登録していないかとか、裏アカウント持ってないかみたいなことがリファレンスチェックっていうのがあるんですけど、その、HARP トラストを活用することができます。そして4つ目、Slack への自動通知ということで、HARP からの応募がありました、そしてメールが来ましたっていうのを自動的に Slack への通知をしてくれます。そして最後5つ目なんですけど、エージェントとのやり取りも実は HARP でやることができます。なので人事業務、ほぼ採用に関わる業務っていうのをこの HARP 上でできるようになります。私たちフライクではこの HARP 上でサムネイルを設定したりとか給食の情報を出してるんですけど、これ実は無料で使えるんですよね。私たちフライクも初めは無料で使わせていただいていたんですが、6ヶ月間利用料が無料なので、ぜひ使っていない企業さんは使ってみてください。もしこの HARP を使わなかったらどういうことになってるかっていうと、2つ不便さがあると思います。まず1つ目が書類管理の煩雑さと、2つ目、進捗管理の混乱ということで、人事業務って間違えちゃいけないと思うんですよね。求職者からのメールのやり取りを違う人にやってしまったとか、履歴書をどっかになくしてしまったみたいなことが発生するともう最悪なので、この HARP を導入することによって採用活動が劇的に効率化しました。で、しかも私嬉しかったのが求人管理、求人情報をしっかりホームページ上に載せて、そこから応募が来るっていう風な流れも作れるようになったので、めちゃくちゃ HARP 便利です。ぜひ皆さんが使っている IT ツールでおすすめの IT ツールありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。7個目です。これ私、この10個の中で一番好きかもしれません。爆落債権債務管理。請求書の受け取りから社内承認までが効率化できるのが爆落債権債務管理なんですけど、具体的にどういうふうな機能があるかっていうと、4つですね。まず1つ目が請求書の受け取りをデジタル化っていうことで、まずメールで来る内容、メールで添付ファイル来た内容を全て爆落の方でサポートしてくれるので、専用のメールアドレスが発行した段階でしっかりと受け取ることができるんですよね。そしてそのメールを受け取った後に支払いの承認依頼をすることもできます。そしてそれがスラックの方に通知するっていうのもすごく便利ですね。そして請求書のステータスを管理ということで、来た状態なのか、社内の承認待ちなのか、支払い済みなのかっていうのが請求書のステータスが管理できるようになります。そして最後、会計ソフトとの連携ということで、私たちフライクではフリー会計を使っておりますので、フリー会計と自動的に連携をかけております。具体的な画面はこういう風な画面になっておりまして、とある企業さんから来た請求書が右側の方に記載しているような、すごくシンプルな請求書なんですよね。その請求書を自動的に読み込んで左側の項目にしっかりとセットしてくれています。こういう風にすることによって経理の方が自分たちで手動で入力するっていう作業がなくなります。月額費用は少し高めの月額4万円からになってるんですが、これは請求書の枚数が多くなればなるほどすごく便利な機能になっていると思います。なのでこれまで全て手打ちしていた作業がなくなるってなると4万円っていうのを安く感じると思いますので、請求書の枚数が多い企業さんはぜひ導入をしてみてください。もしこの IT ツールを使わなかったらっていうことで、あまり考えたくないんですけど、この3つ発生するかなと思います。
メールで届く請求書をボックスに自分で保管する、もしくはフリー会計へ手動でアップロードしなくちゃいけないだろうなと思ってます。2つ目が承認待ちで業務が滞るなんですけど、請求書を受け取ってメールサーバーの中に入ってしまう。そしてそのメールに気づいたメンバーが違うツールで承認をかけるみたいなことをやってたら、どうしてもタイムラグが発生してしまうと思います。そして最後、手動入力による経理のミスも発生してしまうと思いますので、爆落債権債務を導入した今、この3つをなくすことができております。8個目なんですけど、フリー会計ですね。知ってる方多いと思いますが、クラウド上で利用できる会計ソフトなんですけど、会計といえど経理業務が全てデジタル化することができるようなツールになっております。クライクは仕分けを入力する効率化を実現するツールではなく、経営管理に集中できる環境を作ることができるのがフリー会計なんですけど、私たちクライクでは大きくこの2つですね。API を使った会計データの連携と税理士とのデータ共有で月次決算業務を効率化ということなんですが、まず私たちフライクの中ではフリー会計の中に手動で入れるってことはしておりません。先ほどお伝えしたように爆落請求書と連携をしたりとか、ここではお伝えしてないんですけど、セールスフォースとも連携をしておりますので、まず全てが API といったシステム間の連携をしております。2つ目なんですけど、私たちフライクでは経理専任の人っていないんですよね。営業事務も経理もいないので、どういうふうに月次を決めてるかっていうと、全て税理士さんの方にお願いをしております。で、データは全てフリー会計の中にデータが入っていますので、しっかりと翌月末には月次決算ができているっていう風な流れになっております。具体的にはこういう風な画面ですね。セールスフォースから取り込んだフリー会計ということで、請求書をセールスフォースから送っておりますので、入金管理レポートっていう風なフリーの機能の中に連携がされております。そしてその後仕分けをした画面がこういう感じですね。借方貸方で入力するのではないので、もしフリー会計を見慣れたことない方は少し違和感のある画面かもしれないんですけど、しっかりといつ発生した仕分けなのか、それが取引先どこなのか、品目、部門、メモタグっていう風な情報までしっかりと管理することができます。で、少し金額も高いですが、年払いの場合には私たちフライクでは月額約4万円ですねを利用をしております。もしフリー会計を使わなかったらどういうふうな状況になったかっていうと、この3つがあると思います。まず経理担当者に丸投げしてソフトを決めてもらう。そして2つ目が税理士に丸投げして記帳代行を依頼する。その結果、最悪ですね、3つ目はキャッシュフローが読めないっていう風な状況なんですよね。なので利益を残すためにはしっかり資産表が見れるっていう風な状況をリアルタイムにしなくちゃいけないんですけど、それができなくなるなっていう風に思っております。なのでお伝えしたように私たちフライクが実現してよかったこと、フリーを導入して実現してよかったことは3つです。API による自動化、税理士とのシームレスなデータ共有、3つ目がリアルタイムのキャッシュフロー分析、この3つになります。それではおすすめツール9つ目、9個目ですね。ミロ。オンラインホワイトボードでアイデア出しやコラボ作業をスムーズに進行ということができるようなツールがミロなんですけど、これ非常に直感的にできるようなツールですので、ぜひ使ってみていただきたいです。私たちフライクがミロを使おうと思ったきっかけなんですけど、3つあります。リモート環境のブレストがうまくできない。2つ目、結局何を話したんだっけっていうのが、Zoom 会議だけだったら分かんなくなっちゃう。そして3つ目がアイディアをビジュアル化したいんだけどみたいなことからミロを導入をしました。ミロなんですけど、このような3つの使い方を私たちフライクでやっています。まず1つ目、社内ミーティングや一人ブレストでの活用。そして2つ目は業務設計プロジェクトのお客様ヒアリング。そして3つ目が採用面談での求職者の過去を振り返るときに求職者と一緒にディスカッションしながらこのミロを書いていくっていうふうなことをやっております。具体的なサンプルを用意しております。私たちフライクのヒアリング時のサンプルなんですけど、こういうふうなことをやっております。そして私が一人ブレストをした時なんですけど、こういうふうに自分自身で一人ブレストをやっております。
ぜひ見てください。そしてミロの費用感なんですけど、私たちフライクではビジネスプランを契約をしております。約1人月額16ドルですね。なので2000円ちょっとぐらいですかね、を利用しております。もしこの IT ツールを使わなかったら、社内ミーティングや一人ブレストが非効率になって、紙に書いたりとか、ホワイトボードを自分で買って書くみたいなことやってるんですが、多分それが共有しづらくなるだろうなと思ってます。そして顧客ヒアリングでの議論の熱が冷めてしまうってこともあると思うんですけど、コミュニケーションをテキストでやるみたいなことでやったりとか、メモ帳を共有するみたいなことだったり、Excel を共有するだけだったら、テンポよくできなくなると思うんですよね。それがデメリットとしてあるんじゃないかなと思います。3つ目、採用面談での求職者の魅力を十分に引き出せないっていうところで言うと、30分で求職者を見極めるなんてできないので、私たちフライクでは2時間の時間をもらってるんですけど、このミロを使ってそのメンバーの深掘りを履歴書や職務経歴書からわからない情報を引き出しをしているので、非常にミロだったら分かりやすくなっております。なので結論をお伝えすると、ミロを導入すると議論の熱量が上がってヒアリングの質が劇的に向上します。最後10個目です。バックログ。プロジェクトやタスクを可視化し、チームの進捗を把握するっていう風なツールなんですけど、バックログを使う前は Google カレンダーとか個人のメモ帳とかにタスクを入れていたんですけど、このバックログに管理をし始めました。で、バックログの具体的な利活用方法は大きく分けて3つあります。まず1つ目は、クライアントの業務設計システムプロジェクトでお客さんを巻き込んでバックログでのコミュニケーションをしております。なので、ボールが誰が持っているのか、私たちボールなのか、お客さんボールなのかっていうのが明確に分かるようになります。そしてステークホルダーなので、お客さんもちろん含めるんですけど、私たちのパートナーも含めて、コミュニケーションすることができるようになりました。そして次、2つ目なんですけど、システム開発とか保守でも使ってるんですよね。で、どういうふうな使い方をしているかっていうと、機能ごとのタスク分解をして進捗を把握したりとか、あとはエラー報告とかお客様からいただいたバグの依頼っていうのもここで管理をしています。そして3つ目なんですけど、マーケティング制作プロジェクトの利活用ということで、私たちフライクでは動画であったりブログやホワイトペーパーといったコンテンツをマーケコンテンツということでいろんな媒体に投下しているんですけど、いろんなパートナーさんとのやり取りもしておりますので、進捗の全体の把握だったりとか、タスクの詳細の管理とコミュニケーションっていうのをバックログ上でやっております。具体的な画面はこういう風な画面になっております。ガントチャート式だったりとか、ここにこういう風なステータスも見えておりますので、めちゃくちゃ分かりやすくなっております。で、最後にバックログの月額の費用なんですけど、私たちフライクでは月額3万円の費用を払っております。もしこの IT ツールを使わなかったらということで、2つデメリットあると思っております。Excel でのスケジュール管理と独自的なタスクが限界に感じてしまう。そして、マーケティングコンテンツが複雑すぎて管理が追いつかないみたいなことが発生していると思います。バックログを導入すると、チーム全体のタスクや進捗やリアルタイムで、コミュニケーションを取ることができますので、プロジェクトのスピード感とか効率が上がってきたなっていうふうに思っております。まとめです。今日はですね、10個の IT ツール、特に B2B 企業向けの IT ツールをお話をしてきましたが、どれも生産性向上であったりとか、業務効率化には直結する魅力的なツールばかりなんですよね。私たちフライクはどの IT ツールを売っても、利益は出ないんですよね。なのでしっかりと自社がいいなと思ったツールを皆さんにお勧めしておりますので、ぜひ私たちフライクから買うとかではなく、この IT ツールいいなと思ったらぜひ利活用をしてみてください。今日の動画はですね、ホワイトペーパーからダウンロードできますので、内容気になった方はこちらの LP からダウンロードしてください。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひですね、こんなツールを使ってほしいとか、こういう風な悩みがあるんだけど、フライクならどういう風に解決するみたいな、皆さんとコミュニケーションを取っていきたいなっていう風に思っておりますので、今日ご紹介した IT ツールでもいいですし、他の IT ツールでもし使っているんだったら教えてみたいなコメントをいただけると助かります。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。